んにちは。セラコアスタッフのはじさんです。ちょうど1年前のゴールデンウィークに自宅の庭の雑草の悩みを解決するためにセラコアのエクステリア部門で扱っている卵形石、ロック、ピンコロ石などの石材を使って自己流の庭作りを始めました。それから1年後の今の庭の様子を今回の動画で紹介しますね。スタッフ目線で詳しく紹介するので、これからご購入を考えている方の参考になれば嬉しいです。こちらは細かい化粧砂利、プレインロッツを敷いた場所です。天然の大理石を7ミリから14ミリに砕いた小粒の化粧砂利です。色はクォーツブラウン。透明感ある琥珀色や白色の石が混ざっています。雨上がりや霜が降りた朝は水滴で石がキラキラと光って宝石のように綺麗で思わず見とれてしまいます。ナチュラルなブラウンなので周りの草花との相性もとてもいいです。砂利の下にはホームセンターで購入した防草シートを敷いています。敷いてから約1年経ちますが大きな雑草は生えてきません。ただ周りの草花の葉や花柄が落ちて土のように溜まってくるので、種が飛んできて発芽した雑草の芽をたまに見かけることはあります。土の部分が薄いのですぐに抜くことができます。化粧砂利の周りは秋に葉が落ちる落葉樹よりも一年中葉が元気に茂っている常緑樹を植えるといいなと思いました。こちらは卵形石の2種類を混ぜて置くだけ施工をしたアプローチです。色はサンドゴールドとシャルドネフレンチの2色です。量は1束 0.5 平米分を16束分購入したので合計8平米分を使いました。卵形石はとっても重たいので裏庭まで運ぶのに一輪車で何往復もして汗だくで運んだ思い出があります。とっても大変だったけどこれは本当に作ってよかったと思います。雑草対策の効果はというと、卵形石の間に川砂を入れましたがところどころに小さな雑草は生えてきます。でも庭全体が土だった時と比べると雑草のサイズが小さくて弱々しい感じです。見つけたらすぐに抜けば綺麗な状態を保てますよ。リビングから毎日見える庭の景色が劇的に変わりました。こちらはロックを100キロ使って去年の秋に作ったロックガーデンです。色はグランドロックのレモンイエローラフです。蜂蜜色の石が冬の庭に彩りを添えてくれるのでとっても気に入っています。石の間にはユッカ、コルジリネ、イベリスなどを植え込んでいます。これから根が張ってボリュームが出てくると思うのでどんな景色になるのかとっても楽しみにしています。石を100キロも買ったと思ったのに面積に対して全然足りなかったので下地に土や小石を持ってかさ増しをしてその上にランダムにロックを並べています。ロックの隙間がある場所から土が見えてしまうので小さな雑草が生えてきます。事前に防草シートを敷いておけばよかったなと思っています。こちらはメダカ鉢の周りに和風の雰囲気を作りたくてピンコロ石、玉砂利、敷石を組み合わせた場所です。メダカ鉢の周りにはツワブキ、ギボウシ、コハウチワカエデなどの和を感じさせる植物を植えてありますが冬になると葉っぱが落葉したり枯れてなくなってしまって寂しくなるので石材を使って賑やかにしてみました。ピンコロ石などは地面を浅く掘って水平にして半分ぐらい埋まるように敷いています。石の隙間には土を入れましたがもっと和の雰囲気を出すために苔を植えてみようと思っています。石材は種類、色、加工方法によって本当に表情が豊かです。組み合わせ方によって和にもモダンにもなるのでこんな風に小さなスペースから取り入れてみることをお勧めします。石の他にもアンティークレンガを少しずつ購入して楽しんでいますよ。こちらはアンテブリックシオングレーです。アンテブリックは世界中の古い建物の解体時に出た
さんが作ったハンドメイドレンガなどこだわりのレンガを集めたシリーズです。花壇の囲みに置いてみますね。厚みがしっかりあるレンガなのでモルタルなどで固めなくてもただ置くだけでも安定感があり雰囲気が出ます。こちらはアンテブリックケンジントンレッドを交互に積み上げて植木鉢の台にしてみました。角の掛けや白いペンキの跡がヴィンテージ感があってかっこいい雰囲気だと思います。寄せ植えは台を作ってちょっと高くしてあげると注目度がアップするのでおすすめですよ。青い星型の花が涼しげなハーブボリジにはシックなシフォングレーの台を作りました。こんな風に少しだけアンティークレンガを使うだけでも草花を引き立てるアクセントになるのでとってもおすすめです。おしゃれな庭作りの必須アイテムだと思います。以上、梶さんの庭作り1年後のレポートでした。庭作りは終わりがなくてまだまだ手を加えたい場所、植えたい草花がたくさんあります。何にもなかった庭に景色を作っていくのがとっても楽しいものです。たとえちょっと失敗したり変だったとしてもだんだんと愛着が湧いてきます。これからも手を土で真っ黒にして庭作りを楽しみたいと思います。商品についての質問、感想などはコメント欄にお気軽にどうぞ。チャンネル登録、グッドボタンを押していただけると励みになります。